こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、ゲーム開始早々に止める時間が若干短かったようで、まだ訪れ発生中でしたので、今回は私の負けを認めます。潔いけど、マイクラと関係あるの？さあ、ともかく、訪れ解消まで43秒かかることは確認しました。次は負けません。さて前回は、プレイ内容はおざなりに、急遽考案した新方式のブランチマイニングの話がほとんどとなりました。まあ遠征から戻ってくるだけだったものね。いえいえ、実にすごいことが盛りだくさんな貴重プレイだったのですが、タイミングが悪く、動画化する機会に恵まれなかったのが本当惜しいです。つまり、大した出来事はなかったのね。さて、風車型86周目終了時には、ダイヤは半減目標数まで330個、金はあと1つでした。で、金の人参やツルハシでの消費と、村やジャングル神殿で若干稼いだ数を勘定すると、現時点の数字はこんな感じです。金がかなり減っているわね。まあダイヤが後で目標値に届くはずなので、問題ありません。さてあと、新方式の試し掘り式ブランチマイニングの進展ですが、計算を地道に進め、性質を把握しようとしている最中です。前回の動画後に思ったのは、2本目以降の式位置判定はやはり捨てがたい、ということと、いきなり風車型で考えるより、まず枝型、というかはしご型での完成を目指す方が良さそう、の2点です。ぶっちゃけて言うと枝型向きね。美味しさを残しつつ風車型に導入するには、ひとひねりいりそうです。息抜き検証の新企画で、引き続き研究していきたいと思います。さてでは久々の風車型の続きです。どうも調べたら、前に86周目を掘ったのが1年前だったようで、そんなに期間が空いていたと、自分でもびっくりです。ちょっと待って今拠点にエンダーチェスト置いてあった。でも今、インベントリにエンダーチェスト入っているわよ。そんなの私が気づくわけないじゃないですか。こっちの企画では一つしか作ってないと思ってたので、今二つ持ってることに一瞬悩み、そして事態を把握しました。で、二つ目の関門はここです。ドロッパー愛好家として、私はドロッパーのレシピだけは忘れてはいけなかったのですが、しかし気分はすでに新バージョンの 1.12 で、レシピ本が実装されていたはずで、安心しきっていたんです。つまり、またレシピを編み出すのね。まあ私もあれから成長していますので、少し試してすぐに気づきます。87週を掘り終わったら手頃な時間になるので、一度収録を止めるんです。その時にレシピを調べたらいいんじゃないかと。いやー風車が立って戻ってこれるし計画立てやすいしでほんと便利です。一応特性活かしているわね。さて、リラックスして87週目にかかります。この辺りの周回数は1時間半を切りますので、私の集中力が続く時間にちょうど収まり、バランス的に好みです。さて開始5分でまず金を。さらに1分後にはツルハシが破損寸前になりました。そういえば調べたら、この企画ではツルハシは最低限度そこそこの用意しかありませんでした。1年ぶりに拠点に帰ってきたんだったわね。マイクラで1年ぶりというのは珍しいのかもしれません。で、拠点にあったツルハシは、修繕コストが30オーバーの使い潰しの2本と、そして黒曜石などの採掘時間の検証用に効率強化1から5まで、うち、耐久力3付きは効率5のツルハシだけでした。新調しないで足りるかしらね。足りればいいんですけどね。今更経験値稼ぎはあまりしたくありません。その1分後に、やっと掘り当てたダイヤが鉱石9個付きで幸先いいです。9個付きはギリで少々テンション上がります。鉱石8個付きでは上がらないのね。なお、86周目までにこの企画で掘り出したダイヤ鉱脈の生成率はこんな感じです。
ダイヤの保持数は5000個に満たないですが、ダイヤ採掘量ならすでに5000個を超えているんです。それだけ掘って、鉱石10個付きを見つけられたのはただ一つだけなんですよね。さて、サクサク掘るのはいいのですが、やはり久々なので正しい方向に採掘できているかが時々不安です。大丈夫のようね。なんだかインベントリの下枠に、普段より余裕があっておかしいなと思っていたのですが、なるほど、私はコンパスを持ってくるの忘れてたんですね。そして、そういえば風車型の北の辺にこんなのありました。かろうじて覚えてて、なんだか懐かしいです。敵対モブの声はしないわね。溶岩で照らされているところが多いですし、なんだかんだ8マス間隔で松明を置いてますので。まあでも、死んだら終わりなので慎重です。その後、やっとモブの声を聞きましたが、幸いなことに遭わずに済みました。装備はかなり固めているでしょうに。万に一つの偶然の重なりが怖いですから。決してゾンビが怖いからじゃありません。多分。そしてその4分後、金鉱石を一つ燃やしました。まあ金なら仕方がないわね。余剰するでしょうし、いちいち慎重に取るのは面倒なんですよね。とはいえど、溶岩が深くて砂利がないのが痛いです。鉱脈内の鉱石数だけは確認しておきたいところなのに。で、折り返し地点を越え、120メートルほど掘り進んだところで、これは、きちんと安全確保されているので、どうも私のために用意されたチェストのようです。どういう理屈よ。アイテムがかさばるのは嫌ですが、ここまでお膳立てされてしまうと仕方がありません。だからどういう理屈よ。そして、やっとダイヤが1スタック超えました。半減目標まで、あと4スタックほどです。で、再びゾンビ洞窟を掘り抜いて、あれ？粘着力が足りない粗悪品松明？左の水のせいでしたか。何をやっているんだか。さて、あとは溶岩に正面から挑んで、全く危なげなく、無理やり突っ切って完全勝利したのと、さらに再び溶岩戦で、全く危なげなく無理やり突っ切って完全勝利したくらいで、さっきちらっと燃えてたわよ。さっきのはメラッと燃えていただけです。というわけで、87周目が終了しました。ダイヤは100個超えてこず、やや物足りません。金はあと15個。次の周回で確実に半減目標に届くわね。緊急時には上位の金リンゴを食べるので、一つ分は上乗せで稼いでおきたいです。さて、私は完全にマスターしました。もはや恐るるに足らずです。つまり、レシピを覚えてきたのね。では、風車型88周目です。ネタバレになりますが、次回を最後にこの企画は打ち切りとなります。ダイヤラッシュ来たのね。まず最初に、2箇所目の金鉱脈で、金の半減目標数を突破しました。上位の金リンゴの材料が揃ったってことね。続いてツルハシが破損寸前となり、今度のコストは9です。次が17のはずなので、もう1回分の修繕コストは足りてます。ツルハシはなんとか慎重せずに済みそうな気配ね。で、その6分後には今回初遭遇の敵対モブをノーダメージでかわして、その後すぐに、ダイヤ2スタック目です。あと3スタックと少しね。で、中間地点を折り返して120メートルほど進むと、また、今度は安全対策されていないわよ。しかし、風車型のルート上なので避けられません。せめてなるべくアイテムが被ってくれればと思ったら、スイカの種が来てしまいました。さっきはカボチャの種だったわね。そして、斜め上に伸びた3鉱石のダイヤ鉱脈を掘り当てて、ここでダイヤが3スタックとなります。
風車型の最後の一辺以上を残し、前の周回のダイヤ数を上回りました。そしてここからが最後の直線です。まずはゾンビを掘り当てて、1ダメージを与えられ。というか、当たりに行ったの？まあともかくそのすぐ後でダイヤ発見。その40秒後には再びゾンビを掘り当てて、そのすぐ後でダイヤ発見です。つまり、次はゾンビね。でも残念ながら、次の洞窟は溶岩で湧き潰しされてしまっていたんです。ハードコアでプレイしているってわかってる？ゾンビで乱数調整できなかったせいで、次のダイヤ掘り当てるのに4分もかかり、そこから3分でまたダイヤ。さらに1分でまた掘り当て、この時点で4スタックを超えました。あと1スタックちょっとね。さらに1分でダイヤを掘り当て、この時点で半減目標まで残り60個となりました。で、あとはまた溶岩に燃やされたくらいで。今回燃やされすぎじゃないの？まだピラミッド企画の直下の影響が残ってて、溶岩への恐怖が麻痺しているんです。というわけで、88周目は前の週の2倍近くダイヤが取れました。あと60個なら、確かに次の周回で硬いわね。ちなみに周回数ごとのダイヤ入手数を見ると、まあ相当運が悪くない限り、という感じです。さて、リスポーン拠点に戻ってアイテム整理をしているところで今回はここまで、次回で打ち切りとなります。なお現時点の総プレイ時間は、151時間に及んでいました。意外と長いわね。まあぶっちゃけますと、プレイよりも、収録データからの鉱石鉱脈データ抽出作業の方がはるかにきつかったです。そこからやっと解放されそうで、しかも役立ちそうな目処が出てきて、ほんとほっとしてます。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。